東京町探検です。今回は初代アメリカ公使ハリスの通訳であったヒュース県の足跡をたどりながら麻布十番付近を歩きます。どうぞご覧ください。スタートは前回の続きで、港区三田1丁目の元神明宮天祖神社前です。キルギス共和国大使館です。石垣の上部と下部とで石の大きさが違っています。積み増しをしたのでしょうか。前方に首都高速の高架橋が見えてきました。あの下に古川が流れ、中の橋がかかっています。後ほどここに戻ってきます。中の橋より一本下流にかかる赤羽橋にやってきました。東京タワーのすぐ近くです。これは今の橋に架け替える前の橋の親柱ではないでしょうか。古川は江戸前期に拡幅浚渫され、船による輸送が行われていました。中の橋との間は赤羽河岸という荷揚げ場で、北岸では毎朝ちょっとの間だけ魚の立ち売りが行われ、ちょろ河岸とも呼ばれたそうです。少し裏手にある飯倉公園のあたりに赤羽接遇所がありました。幕末に設けられた外国人のための宿舎兼応接所で、欧米5カ国との修好通商条約締結の翌年に開設されました。約330平米といいますから、一般的なコンビニエンスストア2店舗分ほどの広さの平屋建てと、その2倍の広さの同じく平屋建てがありました。敷地はこの公園の4倍ほどで、画面の向こう側に広がっていました。接遇所の門はこの辺りにありました。旧暦万延元年12月のこと、アメリカ公使ハリスの通訳兼秘書であったヘンリー・ヒュース県は、夜9時ごろ、随行者7名とともに騎馬でこの門を出ました。当時ハリスはプロイセンと幕府との条約交渉の斡旋をしており、ヒュース県は接遇所に滞在するプロイセン施設のもとを連日訪れており、この時もその帰りでした。そして中の橋まで来た時、老子風の一団に襲撃されて重傷を負い、日本人医師のほかプロイセンやイギリスの外科医も駆けつけましたが、深夜に亡くなりました。29歳の誕生日直前でした。犯人は捕まっていませんが、上位派の老子らと考えられています。この時代は外国人や公使館への襲撃が相次ぎました。古川の上流部分は渋谷川と呼ばれています。渋谷川は水田地帯を流れるのどかな川でした。一方、下流の古川の部分は篠橋まで船が入れるように拡幅浚渫工事がなされており、舟運が行われ、市街地が形成されていました。同じ川とはいえ、用途や景観は異なっていたようです。現在は港区と渋谷区の境である天元寺橋交差点で名前が変わっています。ではここから
ヒュース県が帰るはずだった宿所に向かいます。首都高速のジャンクションを見ながら一の橋を渡ります。これも古川です。左手は三田小山町の動画でご紹介した再開発現場です。一の橋交差点は麻布十番駅前です。地下鉄の開通で一躍脚光を浴びた頃は下町の気配がするなどと言われていたように記憶しますが、四半世紀が経ち、今や下町の気配は全く感じられません。ヒュース県も通ったこの道は現在もメインストリートの麻布十番大通りです。老舗そば店の壁面に麻布十番の由来の碑があります。古川の改修工事の際10番目の工区だったという説と、将軍の別荘を建設するときに出した労務者が10番目の組に入ったという説が書かれています。同様赤い靴のモデルキミちゃんの像です。訳あってアメリカ人宣教師に養女に出されたキミちゃんですが、アメリカで幸せに暮らしていると信じていたお母さんが野口宇城にこのことを話し、死ができました。しかし実際にはキミちゃんは病気のためアメリカには行けず、この近くの孤児院で亡くなったと書かれています。余談ですが、私は幼い頃歌詞にある偉人さんをいいじいさんだと思っており、どうしていいじいさんに連れられて行っちゃうのだろうと思っていました。しばらく進むと右手奥に特徴的な形のマンションが見えます。そしてその手前に立つのが麻布山善福寺です。ここに初代アメリカ公使館が置かれていました。ヒュース県の勤め先です。参道を進んでいきましょう。やがて右手に柳の木が見えてきます。その下にあるのが柳の井戸です。弘法大師が手に持っていた錫杖を地面に突き立てたところ、たちまち噴出したという伝説は全国の温泉や井戸に見られるものと同様です。関東大震災と空襲による大火災の際には多くの区民の困苦を救ったということです。その向かいには善福寺の死因である善光寺があります。ヒュース県の宿所はこの善光寺だったようです。事件当日もここに帰るはずだったのでしょう。そして突き当たりが善福寺。石段の上に中門が立っています。勅使門とも言います。こちらが本堂です。本堂の右手には最初のアメリカ公使宿館跡の石碑です。1859年7月7日、タウンゼント・ハリスが最初の在日アメリカ公使館をこの地に開いたと刻まれています。裏側には日本語で書かれています。本堂左手の墓地には都内最古と言われる樹齢700年の天然記念物の逆さイチョウが立っています。空襲で焼けた部分が黒く炭化しています。墓地の中は撮影禁止ですので、外からの撮影にとどめます。前回の動画で訪れた慶應義塾の創始者、福沢諭吉の墓もあります。
薩摩屋敷慶応大学善福寺など芝から三田近辺の幕末の歴史をたどった今回の探検はこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次の探検でまたお会いしましょう。